今回は Wi-Fi モデルの iPad を安く買う方法について検証していきます。このチャンネルの動画ではガジェットについて紹介しています。少しでも皆さんの役に立つ動画を作っていきますので、画面右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。この動画は2020年12月30日時点での情報に基づいて配信しています。ご了承ください。皆さんは iPad をどのように購入していますか？またはどこから iPad を購入することを検討しているでしょうか？ Apple の製品は人気があり、ブランドも確立されていますので、あまり値引きされることはありません。そんな中、どうしたら少しでも安く Wi-Fi モデルの iPad を購入できるのかについて検証したのがこの動画になります。この動画では次のような流れで検証を行っていきます。1つ目になぜ Wi-Fi モデルで検証を行うのかについて説明しています。2つ目に Wi-Fi モデルを買う4つの方法について検証していきます。3つ目におすすめの方法の特徴について検証していきます。それではなぜ Wi-Fi モデルの iPad で検証を行うのでしょうか。それは1つ目の理由として Wi-Fi モデルの iPad はセルラーモデルの iPad に比べて端末の価格が安いからです。どのくらい価格が違うのかは後ほど一例を紹介したいと思います。2つ目に Wi-Fi モデルの通信契約が必要なく、毎月の通信費がかからないという点です。ドコモや au などのキャリアで購入する場合、毎月の通信の契約とセットになります。この毎月の通信費を払わなければいけないので、その分コストがかかることになります。ですが、セルラーモデルの良いところは、家の Wi-Fi がない屋外でもネットに接続することができることですが、それに関しては Wi-Fi モデルの iPad でもスマホのテザリングを使用することで、屋外でも iPad を使うことができるようになります。私の別な動画でもスマホのテザリングで iPad を外で使う方法について紹介していますので、よければそちらもご覧ください。画面右上のびっくりマークやこの動画の説明欄のリンク、私のチャンネルページから見ることができます。それでは Wi-Fi モデルの iPad とセルラーモデルの iPad でどのくらい価格差があるのか、iPad Air 4 64GB 例に検証していきましょう。Apple の公式のオンラインストアで見ていきます。Wi-Fi モデルの場合、価格は税抜き 62,800 円ですが、セルラーモデルでは 77,800 円になり、その価格差は 15,000 円となっています。iPad の機種によりこの価格差は異なることがありますが、かなりの機種でこの価格差になっています。セルラーモデルの iPad は iPad 単体でネットに接続できますが、ドコモや au といったキャリアなどの通信事業者と契約が必要になり、毎月の通信費がかかってしまいます。また、セルラーモデルの iPad には GPS が内蔵されていますので、ナビとして使用することもできます。しかし iPad は家で使用されている方が多いと思いますので、ほとんどの方は Wi-Fi モデルの iPad で事足りるのではないかと思います。それでは次に Wi-Fi モデルの iPad を安く購入する4つの方法について検証していきます。まず1つ目に中古で購入する方法があります。ただしこれはおすすめしません。おすすめしない理由として、中古の iPad は Apple のブランドもあってか値段が高めでコスパがあまり良くないのと、端末の状態が様々であり、購入後に使えなくなったりするリスクがあります。私は基本的に iPad は新品で購入することをお勧めします。それは新品の iPad は中古と違い未使用で状態が良いのと、メーカーの保証が1年ついているからです。なので運悪く初期不良にあたっても保証があります。2つ目は価格 .com で最安値の店で購入する方法です。これはおすすめの方法です。Wi-Fi モデルの iPad は家電量販店などでも販売されていますので、店により価格が異なっています。ですので、それらの店の中から最安値で購入する店舗を見つけることができます。3つ目は Apple の初売りで購入する方法です。これもおすすめの方法です。2021年の初売りも開催されていますので、購入を検討されている方は見てみられてはどうでしょうか。最後4つ目ですが、Apple の整備済み品を購入する方法です。
これは Apple が整備を行った iPad を販売しているのですが、以下の特徴があります。バッテリーと外装が新品同様になっている。1年間の保証がついている。新品と同様にケーブルなどアクセサリーがついている。新品の Apple 販売価格に比べて割安である。ただし、いつでも販売しているわけではないので、こまめに Apple のサイトを見ていると、運よく見つけることができるかもしれません。次におすすめの方法、価格 .com で最安値の店で購入する方法の特徴について検証します。1つ目に、今までの傾向として、販売されてから3ヶ月で最安値が1から 1.5 割ほど Apple での販売価格より安くなる傾向があるようです。ただし今年はコロナウイルスの影響か他の年と傾向が異なっているようです。2つ目は端末の色によって最安値が異なっていることが多々あります。どうしても欲しい色があるという方はご注意ください。3つ目に最安値が日々変化しているという点です。昨日は Apple の販売価格よりも5000円安かったのに今日は2000円しか安くなっていないということがあったりしますので、どの時点で購入すべきか決める必要があります。ですが基本的に iPad は Apple の販売価格の半値になったりということはまずありませんので、1割安くなっているのであれば十分買う価値はあるのではないかと個人的には思います。4つ目は送料を含めた価格で検討する必要があります。価格 .com のサイトで比較検討される際、送料を含めた価格で表示させ検討されることをお勧めします。それでは実際の価格の変化を見ていきましょう。価格 .com のサイトから引用してみます。まずは iPad 第7世代 32GB の Wi-Fi モデルの最安値の推移について見ていきます。色がスペースグレーの端末の場合ですが、発売開始時の2019年9月時点で価格が税込み 37,700 円くらいですが、発売開始から1ヶ月半後の11月1日時点では 35,418 円となっていて、2000円程度安くなっています。そして3ヶ月後くらいの12月17日の時点で 32,530 円と約5000円安くなっています。この後2020年になると4月から6月にかけて平均価格が大きく上昇し、最安値 38,270 円となっています。これはコロナウイルスの影響でテレワークでの需要が増大したためではないかと思われます。それでは iPad 第8世代 Wi-Fi モデルについて見ていきましょう。端末の色はシルバー、ゴールド、スペースグレーの3色ありますが、いずれも最安値が税込み 38,280 円となっています。これは Apple の公式ストアでの販売価格と同じです。次に価格推移グラフを見てみますが、例えばシルバーの色の場合、9月末あたりに 37,500 円くらいになっていますが、それ以外はほぼ 38,000 円程度で、最安値があまり変化していません。それどころか年末にかけて平均価格が上昇しているのがわかります。これもコロナウイルスの影響でしょうか。とにかく今年は傾向が他の年と大きく異なっているようです。次に iPad Air 4 Wi-Fi モデル 64GB の端末の価格を見てみましょう。12月30日現在、ピンクゴールドの色で最安値が税込み 64,000 円となっています。一方、Apple 公式サイトでの価格は 69,080 円ですので、Apple 公式価格より 5,000 円ほど安く買えることになります。iPad Air 4 Wi-Fi モデル 64GB ピンクゴールドの端末の場合、発売開始から最安値は下がっていて、一瞬11月26日に税込み 62,238 円という値段になっていますが、その後上がって年末にかけて下がってきたという傾向になっています。こうして見ると iPad 第8世代とは傾向が異なるようです。それでは最後に Apple の初売りで iPad を安く購入する方法の特徴について検証したいと思います。1つ目は1月の2日と3日に開催されるという点。2021年も開催されます。2つ目はオンライン公式ストアや実店舗である Apple ストアで購入できます。
3つ目に Apple の初売りは値引きではなく Apple のギフトカードという形で還元されるという点ですのでご注意ください。Apple のギフトカードは有効期限が10年に設定されていますので、期限内に Apple のオンラインストアや実店舗で製品を購入する際に使う必要があります。4つ目は2021年の初売りは iPad で対象になるのは iPad Pro 第4世代と iPad mini 第5世代です。iPad の場合は最大で12,000円のギフトカードになります。詳しくは Apple のサイトで確認されることをお勧めします。いかがだったでしょうか。少しでもこの検証が皆さんの iPad の購入の際の参考になったのであれば嬉しいです。今後も少しでも皆さんの役に立つ動画を作っていきますので、画面右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。